して全人類見てください。うわぁ、いきなり大きい声出さないでよ。初見の人ブラウザバックしちゃうって。ごめんなさい、もう興奮が冷めやまないんです。改めまして、どうも明けたまです。2024年12月27日に公開された映画ソニックシャドウ東京ミッション、もうご覧になられましたか？見てきたよ。爽快アクションでめちゃくちゃ面白かった。今作は国内でも結構話題になってたよね。そうですね。北米公開3日間の週末興行収入が、驚異の97億円突破ということで、同日公開のライオン、キングムファサや3週連続1位だったモアナと伝説の海2など、強力なディズニー作品らを抑え込んでぶっちぎりの全米ナンバーワンスタートを切ったことで大きく話題になりました。ディズニー超え？すごいじゃんソニック。そのまま勢いは止まらず新年早々にシリーズ累計全世界興行収入が10億ドルを突破。日本国内でも前作ソニック VS ナックルズをあっという間に追い抜き、公開から2週間足らずで1億8880万円の興行収入を突破しシリーズ最高記録を更新する快進撃です。ソニックはいつも海外で盛り上がってるイメージだけど今作は国内でもすごい勢いなんだね。その通り、コントを最高と呼ぶメディアもあるくらいですし各種 SNS でも絶賛の声が後を絶ちません。今回はそんなソニック映画最新作ソニックシャドウ東京ミッションについて、これから見る方の参考となるような評価、評判、感想、見どころをぐっとまとめてご紹介するとともに、すでに映画を見た方にも今作をさらに面白くする情報やコンテンツをご紹介していきます。映画のネタバレは極力控えてお届けしますがちょっとだけお伝えした方が今作の期待度が跳ね上がると考え、この動画では今作のネタバレを1割程度含むことをあらかじめご了承いただければと思います。確信には触れないけどちょっとだけ小ネタ語ったりって感じだね。ソニックオタクが熱く語っていきますが原作を知らない方にもわかりやすく解説していきますので、ぜひ最後までお楽しみください。我々明けたまチャンネルではソニックがもっと面白くなるをテーマに、ソニック歴20年以上のオタクが、解説、考察、ゲーム実況など色々投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。まずは今作がどういう映画なのかについてわかりやすくざっくりご紹介していきます。言わずもがなセガのアクションゲームソニックシリーズを原作とするハリウッド映画シリーズで、今作はそのシリーズ第3弾となります。海外での人気がすごくて知らない人もいるかもだけど原作は日本生まれのゲームなんだよね。その通り、ハイスピードで駆け抜けるゲーム原作さながらのクールなアクションをスクリーンで楽しめちゃいます。冒頭でも軽く触れましたが映画シリーズの全世界興行収入は累計10億ドル、1570億円を突破し、映画スピンオフのドラマシリーズナックルズは、パラマウントオリジナルシリーズとして史上最も視聴された作品として記録されました。もうゲームの枠を飛び越えて映像作品として巨大なコンテンツになってるってことだね。過去作品も毎作記録的なヒットを打ち立てている人気シリーズではありますが、今作はその中でも頭一つ抜けてみた人からの評価が軒並み高いのが特筆すべきとこですね。例えば映画好きならご存知の方も多い海外の老舗レビューサイトロッテントマトでは、映画評論家、一般観客ともに圧倒的高評価でなかなか拝めないスコアを叩き出していますし、フィルマークスをはじめとした日本国内のレビューサイトでも高い評価を維持しながらレビュー数をガンガン伸ばしています。SNS でも良かった。って声がたくさん見られたしレビューサイトもやっぱり好意的な声がかなり多いね。今回ソニックオタクが解説しているので正直若干バイアスかかっている部分もあるとは思いますが、世論ベースで言っても今作はかなり評価の高いアクション映画と言って間違いないかと思います。超音速で走ることができるスーパーパワーを持った青いハリネズミソニック・ザ・ヘッジホッグは、黄色いキツネのテイルス、赤いハリモグラのナックルズと共にアメリカのモンタナ州で人間家族と地球暮らしを満喫中。平穏な日々に突如アメリカ政府直属の防衛部隊ガンのヘリが舞い降りる。東京、渋谷で暴れ回る謎の黒いハリネズミを止めて捕獲すべく、スーパーパワーを持つソニックたちに救援を要請したとのこと。早速ヘリで渋谷に向かいスクランブル交差点に降り立った3人。彼らの前に現れたのはソニックにそっくりな黒いハリネズミシャドウだった。シャドウはもともと政府機関によって研究されその後50年東京湾沿岸に封印されていた究極生命体で、そのシャドウの圧倒的な強さはソニックら3人がかりでも全く歯が立たないほどだった。渋谷での戦いに敗北した彼らは一度体制を立て直し、過去作で敵として立ちはだかった悪の天才科学者ドクターエッグマンに協力を依頼する。エッグマンはエッグマンなりの目的がありながらもソニックたちと一時的に手を組むことを承諾し、シャドウが研究されていた研究施設の廃墟へと向かう。そこで彼らが見たものはなんとエッグマンの祖父であり世紀の天才科学者、プロフェッサージェラルド・ロボトニックの姿だった。ジェラルドの目的とは、シャドウが背負う凄惨な過去とは、過去最強の敵を前に果たしてチームソニックは世界を守ることができるのか？シリーズ最高スケールの超音速アクションが今幕を開ける。といった内容ですね。物語の詳細は映画本編でお楽しみいただくとして、続いては今作の評価、評判についてまとめていきます。
まずは良いところについて、間違いなく今作はシリーズ最高傑作となっていて、脚本、キャラクター、音楽どれもゲーム原作映画として高水準にまとまっているかと思います。今作は2001年に発売された、ゲームソニックアドベンチャー2をベースとした脚本になっているのですが、なんといってもこのゲーム原作からシナリオも音楽も演出も最高なんですよね。僕らも実況プレイしたけど誇張なしで本当に神ゲーだったよね。その神がかったクオリティからこのタイトルはゲームシリーズでも最高傑作との呼び声が高く、そんな原作がついに映画化とのことで正直ファンからの期待やハードルが死ぬほど上がっていましたが、そのハードルをこれでもかというほど見事に超えてきてくれましたね。よかったー、安心したー。映画ではファミリー層も楽しめるようにゲーム版の重たいシナリオからは幾分アレンジされていますが、ヴィランであるシャドウが原作に近い形で暗く悲しい過去を背負っていたりと、映画過去作に比べるとシリアス比率も多く大人でも味わい深い内容になっているのは高評価のポイントかと思います。また、原作に負けず劣らず音楽面でも最高で、国内外の著名なアーティストの楽曲が年代関係なくエモーショナルに挿入され作品を盛り上げてくれます。公開前から特に注目されていたのは日本のロックバンドワンオクロックの楽曲、ネオン。2022年に発表された楽曲ですが歌詞には渋谷ナイツというフレーズも含まれており、今作のネオンに輝く夜の渋谷にぴったりすぎてめちゃくちゃかっこよかったですね。僕はチャオガーデンで流れてた天ぷらキッズのロリポップが好きだったな。可愛くて中毒性すごいですよね。またゲーム原作の神曲たちも劇中で使われており、ソニックアドベンチャー2のメインテーマでありソニックシリーズでも最上級と名高い名曲、クラッシュ40のリブ&ラーンが流れる熱い演出も用意されています。ファンからもめちゃくちゃ期待されてた楽曲だけに劇場で流れたシーンは本当鳥肌立ったよね。リブ&ラーンはスマブラなどにも収録されてる超有名曲なのでご存知の方も多いかと思います。今作最大の盛り上がりで流れてくれるのでぜひ BGM にも耳を傾けてみてください。そして何より今作の放題にもなっています人気キャラクターシャドウの登場。ソニックアドベンチャー2はシャドウが初登場したタイトルでもあるんだよね。今ではキャラクター人気でソニックと双璧をなすほどの大人気のキャラクターシャドウ。クールなビジュアルでありながら意外にも一人称が僕であることや、ヴィラン的なキャラクターとして登場しつつも非常に純粋で綺麗な心を持っているところなど、このギャップに心打たれた方も多いはず。ソニックファンからすると昔からの設定として認識していたけど、SNS やレビューサイトでシャドウのギャップにやられたみたいなコメントを見ると改めて魅力を再確認するよね。シャドウ沼へようこそ。シャドウの声優を務めたのは俳優キアヌ・リーブスであることも非常に注目を集めましたね。日本吹き替え声優は森川俊之さん。キアヌの吹き替えといえばという声優さんでして、FF のセフィロスやバイオハザードのレオンなどクールな声質を特徴とするレジェンド声優ですね。ゲーム原作は遊佐浩二さんがシャドウの声を担当されているのですが、今作の森川さんはどことなく遊佐さんの声に似せている印象もあり原作の雰囲気に非常に近い形で演じられてました。確かに気づかなかったみたいな感想も散見されるくらい映画シャドウにぴったりな声だったね。ソニック映画はゲーム版と異なる声優さんが演じているキャラクターが多く、声優の交代が受け入れられないという声も各種 SNS やレビューサイトでよく見受けられます。原作への思いあってこその意見だと理解できますし、我々もゲーム原作からの熱狂的なファンなのでそういった気持ちがわからないこともないのですが、映画版も原作に負けず劣らず実力派声優が揃っていますし、何より映画版のキャラクターにぴったりな演技になっていてむしろポジティブに働いている面も多いのではという所感です。映画とゲームとでキャラの性格もちょっと違ったりするしね。そうですね。この動画でとにかくお見知りおきいただきたいのは、声優の違いで今作の鑑賞を諦めるのはもったいない。確かに、森川シャドウもめっちゃかっこよかったものね。間違いないですね。原作版、映画版とでそれぞれどんな声優さんが担当されているかも過去動画で詳しくまとめておりますので、見比べてみるとまた新たな面白さを発見できると思います。そんな森川シャドウをはじめとした魅力的なキャラクターたちがスクリーンいっぱいに動き回り、見応えのあるアクション、テンポの良いコメディ、ぐっと引き締まるシリアスシーンのメリハリもすごい良かったです。普通に良作アクション映画としてしっかり見入ってしまう内容になっているのですが、その上でゲーム原作の小ネタがこれでもかってくらい盛り込まれています。過去作も膨大な小ネタが仕込まれていたけど今作もさらに盛り盛りだったね。過去作の小ネタ集についてはまとめ動画を投稿しておりますのでよければこちらをご参照ください。先ほども触れたゲーム楽曲リブ&ラーンをはじめ、SE、小物、キャラのセリフやポージングに至るまで所狭しと小ネタが散りばめられています。ゲーム原作の小ネタと気がつかなくても作品に全く
問題内容になってるさりげなさも粋ですよね。ほんと違和感ない感じなのにファンはこっそり見やつける箇所が多かったよね。ゲームの小ネタだけじゃなくて他の映画やアニメなどの映像作品からも引っ張ってきているイースターエッグが多いから、映画好きはこのあたりも薬とできるんじゃないかな。わかりやすいところだとアキラのスライドシーンオマージュなどが見られますね。いいところを一気にまくし立てちゃいましたがぐっとまとめると、とにかくキャラ、シナリオ、演出、音楽とどれもアクション映画として非常に評価が高く、ファンには嬉しい小ネタも信じられないほど超満載なのに展開の邪魔を全くすることなくて、ゲーム原作映画として最高峰の仕上がりだったと思います。ずっと楽しくてあっという間の2時間だった。ソニックファンや映画好きでも一度じゃ拾いきれないくらいイースターエッグ盛りだくさんだったから、何度も繰り返し見たくなっちゃうね。さて、ここまでベタ褒め続きの展開でしたが、良いところだけ紹介するのも不健全なのでここからは悪いところもしっかり語っていこうと思います。忖度なしでね。まずは放題について、今作はソニックシャドウ東京ミッションという放題になっていますが、東京は序盤しか出ません。タイトルに偽りありじゃん。映画始まって早々にチームソニックとシャドウが渋谷でぶつかり合うシーンはとても印象的で、首都高を走ったりスカイツリーを登ったりと東京の有名なロケーションも多く映りテンション上がるのですが、そこが落ち着くと東京は全く出てこなくなり、中盤からはほとんどロンドンミッションという状態です。そんな、日本向けプロモーションとしての側面だったり事情があっての命名だと推察はできますが、今作は東京が舞台、という点に期待して見に行くと肩透かしを食らうと思います。個人的にはこれまでつけてたソニックザムービーを撤廃しちゃったところも気になったな。そうですね、1作目、2作目と続いていたソニックザムービーが今作からなくなってしまいました。これも何か思惑があったのかわかりませんが、Google の検索候補にもソニックザムービー3と出てくるくらいなので、あ、違うんだってなってる人結構いるんじゃないかなと思います。続いてキャラの心理描写について、今作のヴィランであるシャドウとジェラルドは人類に復讐を果たすべく行動していくのですが、地球消滅を目論むほどの復讐心がどのように育まれたかがちょっと説明不足だったように感じました。シャドウは少女マリアとのかけがえのない日々が回想シーンとして描かれまだ感情移入しやすいのですが、ジェラルドは映画全体通してかなりコミカルなキャラとして描かれていて、割とラフに地球を滅ぼそうとしているようではこのジジイヤバって印象でした。詳細は割愛するけどジェラルドは幕引きもなんかあっけなかったしね。ゲーム原作ではシャドウ、ジェラルド、マリアを中心とした重厚でシリアスなシナリオが高く評価されていたのもあって、そことの差に残念と感じたファンもいたようですね。ファミリー映画だし子供も楽しめるように単純化したりアレンジしたりは仕方ないと思うけど、確かに二人の地球ごと消したくなるほどの復讐心に共感する時間や工夫はあまり用意されてなかったかもね。最後はジムキャリー色強すぎ問題。今作の目玉ポイントでもあるダブルジムキャリー出演。シリーズおなじみの敵キャラドクターエッグマンとその祖父プロフェッサージェラルドの二役を演じ、遺憾なくその怪演っぷりを見せつけてくれたわけですが、劇中非常に多くの割合でこの二人が暴れ回るシーンが挟まるため、その味の濃さと頻度の高さにくどいと感じる声が寄せられていました。個人的には好きなんだけどその感想もわかるな。今作はジェラルドも出てたから濃度も 200% だったしね。圧倒が倍なら楽しみも倍とエッグマン本人も作中で語っていますね。ソニックキャラクターのやりとりやアクションを期待して見に来ている人が多い中で、思ったよりジムキャリー強いなという印象は面白さを加味してもややマイナスに働いてしまったみたいです。ただ念のため強調しておきたいのはそのマイナスは尺の長さと頻度からなるという点ですね。ジムキャリーの映画への集客貢献度は非常に高いですし演技も毎回最高で今作もめちゃくちゃ面白かったです。ジムキャリー目当てで来た人にとっては間違いなく満足できる内容だったもんね。そんなわけで明らかな低評価ポイントというわけではないですが、思ったよりもジムキャリー出てくるぞくらいの心構えでいるのが吉ですね。ここまで良いところ、悪いところそれぞれ見てきましたけど、改めて今作がどんな人におすすめかまとめていくと、ソニックがちょっとでも好きな人またソニックアドベンチャー2世代の人、ここはもう疑いようもなく間違いなく刺さると思うので迷わず見に行っていただきたいです。その上でゲームについて詳しく知らなくても問題なく面白い作りになっていますので、ソニックは知ってるけどゲーム遊んだことないし、というようなハードルを感じる必要は全くないですね。あと映画過去作を見てない人がここからいきなり見ても特に置いていかれないし十分面白いと思うよ。次にファミリー層特に子供連れの方にもおすすめ度高いですね。良くも悪くもファミリー映画らしい雰囲気のわかりやすく見て楽しい内容になっているので、子供も大人も一緒に楽しめると思います。実際映画館もお子さん連れの方多かったし鑑賞後のテンション上がったキッズらが微笑ましかったよね。ちょっと暗いシーンもあったりしますが SNS やレビューサイトを見る限りお子さんの満足度もかなり高いようです。ソニックオタクだからというバイアスを抜きにしても、ゲーム原作映画の中でも最高峰のクオリティになってますので気になった方はぜひご覧いただけたらと思います。
ここからは映画をこれから見る人すでに見てきた人に向けて、触れておくと今作がより面白くなるコンテンツを合わせてご紹介していきます。まずはこれから映画を見る人について、今作をいきなり見ても十分楽しめますが順当に過去作を見ておけばキャラの解像度が爆上がりです。それぞれ各種動画サービスで配信中ですのでこちらを参考にご視聴いただければと思います。手っ取り早く過去作の内容や要点を知りたいよという方は、当チャンネルの別動画となりますソニックシャドウ東京ミッションを倍面白くする話、こちらをご視聴いただければ今作への予習はほぼ完了と言って差し支えないと思います。また、これから今作を見る方に1点だけ覚えておいていただきたいのが、エンドロールの最後まで見逃すな、です。多くは語れないけど最後の最後まで重要なシーンが残されてるから途中離席しちゃもったいないよ。続いてはすでに今作を見てきた人について、映画を見て原作ゲームに興味が湧いてきたという方はこのあたりのゲームがおすすめです。今作のベースになってるソニックアドベンチャー2や、シャドウが登場する最新作シャドウジェネレーションズは実況プレイもやってるよ。シャドウジェネレーションズではダウンロードコンテンツとして映画版シャドウも操作可能なので、まさに映画見てゲームにも興味を持ったという方にうってつけかと思います。また今作でシャドウの魅力にどっぷり浸かりシャドウ沼に落ちかけている方には、原作版シャドウについての解説、考察動画を投稿しておりますのでよければ合わせてお楽しみください。そして最後にとにかく今作の感想をネタバレありで遠慮なく喋りたい、という方は、ネタバレありの感想配信もアーカイブ公開されていますので感想、レビューコメントどしどしお待ちしております。ということで今回はソニック映画最新作ソニックシャドウ東京ミッションレビュー動画でした。繰り返しになりますが改めまして、面白すぎるので全人類見てください。ダメ推しの不況だ。主語でかすぎだよ。これだけでも届いてほしくて。必死すぎるけど確かにめちゃくちゃ面白かったしオタクの熱意は十分届いたんじゃないかな。次回作も上映決定していて2027年公開予定なので、ますます広がるソニック映画をぜひ今作から楽しんでいただけたら幸いです。この動画が良いと思った方は高評価、チャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきましてありがとうございます。次回もよろしく。